全然いいこと聞いてくれなくて、はい。自己流でやっちゃってミスばっか出して、はい。はい。ちゃんと見るだけで、はい。結構ちゃんとやるんですよ。誰の面から見ても事実ですよね。うん。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。本日もお願いします。お願いします。最近自分のチームの部下だけが育ってきてないように思うんですよ。もしかしてそれって自分に原因があるんじゃないかなって思い始めていて、今日聞きたいのが、できない上司の定義、どんなことがちょっとこう考えられるかなっていうのを、今日はモン社長に語っていただこうかなと思ってまして、できない上司の定義は成果出せない人ですよね。ただそれだけなんですよね。要はいつも言うんですけど、上司、イコールなんかチームリーダーみたいな話で言うと、結局部下を成長させて、最大限の成果を出すこと、これが目的で動かないわけですよね。要は個人だけだったプレイヤーだとしたら、なんで最大限の成果を出すことだし、せっかく上司、要は部下がいるんだから、部下と一緒にですね、人数がいるわけですから、成長させて最大限の成果を出すこと、これだけじゃないですか。それがじゃあできない上司ってなんだっつったら成果出せないわけですよ。そうですよ。ブレイクダウンして考えると、二重丸がね、部下を成長させて最大限の結果を出したってことじゃないですか。三角は可能性あるのは、部下は成長してないけど成果は出した。もう一個は部下を成長させた、だけど成果が出ない。部下も成長せず成果も出ない。これは後で×ですよね。この4パターンしかないわけじゃないですか。一番下論外だから、置いといて、やっぱり部下を成長させ最大限の結果を出すことが20丸ですと。ポイントは部下は成長してないけど成果を出すということか、部下を成長させたけど成果が出てない。これ多分ね、部下は成長してないけど成果を出す方が優先なんですよ。部下は成長させたけど成果出てないんだよっていうと、考えることがいくつかあって、一つは時間軸を間違えた。例えば3年スパンでやってるから、で1年目は成果が出なかった。こういうことあるかもしれない。3年先を考えて育成してたから。これ時間軸の設定が間違ってますと。次に、実は成長してない。成長してない。だって成果出てないんだもん。あとは成長のさせ方が間違ってた。だって成果出なかったんだ。これしかないわけですよね。だから、多分微妙なんですよ。結局、部下は成長してないけど成果を出すことの方が求められている成果からすると、上位であって、ってなってくると、成果を出すことなんですよ。なるほど。部下を成長したか成長してないかよりも、成果を出すことの方が上位なんですよね。僕が考えるに。って考えたら、そう、できない上司の定義は成果出せないやつですよ。そうですね。僕思うことがあるのは、求めすぎじゃないかなって思うんですよ。部下にですか？表面上求めるのはいいですよ。要求レベル高くしてやっていくのはいいんですけど、でも本心は求めすぎない方がいいですよね。ずっとやってきて思うのは結果ですよ。育てるんじゃなくて育つんですよ。このイメージ大事ですよね。なるほど。育てるって思いすぎると過剰になりますよ。子供とかも近いんじゃないかなと思うんですけど、結果育てるんじゃなくて育つんですよ。そういうことを意識して設計していく。できるだけアドバイスとか指導ではなくて、できる限り仕組み、ゲーム化、機械提供みたいな。こういうことを心がけた方がいいですよね。なるほど。上司レイヤーに対して僕が指導することとしては、アドバイスっていうのは別に言ってもいいしアドバイスしてもいいんだけど、ぶっちゃけあんまり直近の効果はないんですよと。だからなるべく聞いてもらう方がいいですよと。聞いてもらう。人間って自分が求めてないことを言われても全然頭に入ってこないんですよ。自分もそうだったし。だけど自分が今これで困ってますっていうことを聞きに行くときはすげえ真剣に話します。自分もそうだしなと思って。確かに。おせっかいになっちゃうんですよね。おせっかいをするときもあるかもしれないですけど、とにかくだから
全部理解した上で、なるべく聞かせるようにした方がいいですね。なるほど。できる限り。はそれが一番効果があるっていうあ。感じですね。聞かせるためにはどうするかっていうと、はい。ちゃんと機械を提供する方がいいですね。機械を提供する。ちゃんと仕組み化するとか、ゲーム化するとか、うんうん。機械提供をするとかっていうことを心がける。機械提供って具体的に言うとどういった？例えば、はい。じゃあ何か新しい仕事が来た時に、うんそれを誰にやらせるかとかみたいな時に、うん今までやってなかったこと、新しいこととか、チャレンジングなことをやらせるわけですよね。うん。はい。だから新しい仕事だしとか、うんうん。今までやってた仕事よりもちょっとレイヤーが1個上がる仕事だしと、うん。機会を提供するしかないんですよ。例えばですね、たまにある話が、もっとこうした方がいい、ああした方がいいよって言っても全然いいこと聞いてくれなくて、はい。自己流でやっちゃってミスばっか出してはいはい。困りますみたいなうん。ことを言う人がいるんですけど、なんかそれってやっぱああしろこうしろって言うからいけなくて、はい。本質は例えばじゃあそうですね、仮に入力作業、データ入力作業です。これに関してこういうやり方やった方がいいよとか、うん。こういう風に処理したら早く終わるよとかって言うんだったら、まずは業務を可視化して数値化しちゃうわけですね。うんうん。例えばそのデータ入力作業を1枚あたり平均が何分で、今日1日に何分やったか、1時間あたり何枚やれたのかとか、はい。まず数字可視化しちゃうわけですよ。ゲーム方式とかにこの数字だけ積み上げて、うんうん。ちゃんと目に見えるようにしちゃうわけですね。ああ。そうすればなるほど。人って本能的に数字を上げることがはい。楽しくなっちゃったりとか、逆に今度やらなくてもバレちゃうじゃないですか。うん、確かに。僕、ある時に気づいたのは、はい。みんな仕事を一生懸命やってるんですけど、仕事を終わって、もう帰っていいんですよ。帰っていいんですけど、残ってる奴がいたわけですよ。何やってんのかなと思ったら、みんなでゲームしてるんですよ。へえ。その時パッと思って、はい。仕事を早く帰りたいというくせに、会社にずっと居残りながらみんなとゲームしてるんだみたいな。ゲーム、なるほど。ゲームだったら頑張れるんだ、自主的にと。うんうん。仕事もゲームみたいにしちゃえばいいじゃん。ああ、って考すごい。えた時に、ゲームに関するんだったら第一歩目はやっぱり指標があるんですよ。数字。数字の話なんですよ。だから例えば、データ入力のその部下だとしたら、はい。今日の記録は1枚あたり3分で、はい。今日は100枚、100データやったんだねと。うん、うん。1時間あたり20データだねと。なるほどと。記録させて公開するだけです。うんうんうん。次の日、1枚あたり2分55秒になって、はい。120枚できたと。うん。 1時間あたりで増えるわけじゃないですか。はい。昨日よりいいじゃん。これだけですよ。ちゃんと見るだけで、はい。結構ちゃんとやるんですよ、みんな。へえ。ミスが出るとマイナス何ポイントとか勝手に出るわけですよ。はい。そうすると、こう割となんかそこをね、執着しだしてやるんですよ。面白い。そういった中に今度だからマニュアル作ってって、やってること書いてみたいな書き出させて、おー。それがイコールマニュアル化みたいになったりとかして、は最高記録とか最低記録とか、い。はい。平均とか、とにかく数字が全部出しまくるわけですよ。うんうんうん。そうすると、勝手にできるようになってきますよ。ああ。ゲームやってる感覚ですね。はい。面白いですね。当然、これを指導の時に、はい。自分がどう成長したか、部下がどう成長したか、それで見ればいいんですよ。ああなたは入社当初、この仕事の生産性がこれだったけれども、半年経って、はいこの仕事の生産性倍になりましたね。すごい。あ。うんうん誰の面から見ても事実ですよね。うん。うん。本人も悪い気はしないわけですよ。はい。じゃあ次の半年どうするって時に、最低限でも同じ数字を出しますよ。自分の実績に対して。はいはい。なるほど。だから、とにかく育てるんじゃなくて結果育つってことを意識して、うんうん。あんまり育てると思うとアドバイスとか指導ばっかりになっちゃうんで、こうした方がいい、ああした方がいいよとはい。なっちゃうんで、なるべく育つっていう感覚を持って、はい。仕組み化、ゲーム化したり、機械提供をちょいちょい入れてったりとかして、はい。やった方がいいですよね。ああ、ゲーム化は確かに面白いですね。なるほど。あとよくなんかこう、ティーチングとか、コーチングとか、そういうことも聞いたりするんですけど、まあこれって多分、別の動画でもモン社長おっしゃったんですけど、そこって結構フェーズが大事だよみたいな。そうですね。その辺もやっぱり部下を育てる上では重要なところですかね。そうですね。なんか、例えば有名な言葉で言うとね、山本五十六の言葉で、はい。やってみせ、言って聞かせて、させてみせ。
褒めてやらねば人は動かじと。話し合い、耳を傾け、承認し、ちょっと長いからテロップでお願いしますあるじゃないですか。はいはい。あれをちょっとやっぱこう、実践していけばいいと思うんですよね。ああ。これってどういうこと言ってんだとかっていうのは、またいろいろ解説してるものとかあるんですけど、はい僕的には、やってみせ、言って聞かせてっていうのは、うんまずは具体的にこっちがやってみせる。見せながら説明して聞かせる。うん。ちゃんとそこ How だけじゃなくて Why とか What とかも説明する。うんで次にそれが理解したらさせてみせ。見ながらやらせるわけですよ。要はこっちが見ながらやってもらうわけですうよ。ん。教えられた通りそのままやってもらうかどうかをちゃんと管理してるわけですよ。はい。できたらできるじゃんと。でできることの定義も決めますと。要は正確に遅滞なく求められている要は正確さとはい。迅速さですよね。うん。これを定義して、これができる定義だからねと。これがちゃんと普通に習慣化された時を指しますよ。うんうん。次に数値計測してはい。量を更新させるわけですよね。は量を更新したら成長したのが分かるからあ。はい。すごいじゃんって言えるし、はい自分もできるようになったって思うじゃないですか、うんうんこれを徐々にやっていくわけですよ。うん。なるほど。今言ったプロセスをワン工程ごとに繰り返してうん。量を増やしながら少しずつ幅を広げていくわけですね、ここれはもうティーチングなんですよ。あ次の段階は話し合って耳を傾け承認し任せてやらねば人は育たずということで言うと、あ。はい。日々のやっぱりコミュニケーションとうん。ワンオンワンでやっぱ聞くということを少し入れて、はい。耳を傾けてこう承認するみたいな意味がワンツーなんですよね、うんうんその業務を任せながらこっからコーチングですよね、うん。なるほど。それがだからやっている姿を感謝で見守って信頼せねば人は見逃すということで、うん。任せて任せずはい。成長を感じて感謝しながら見守るとは上司としてのちゃんと管理をするこほとで行動とやっぱ小さな成長を見て信頼していくわけですよ。う。なるほど。ここのもう部分はコーチングというかもうエンパワーメントみたいな話ですね。エンパワーメント。ティーチングが良くなくてコーチングがいいんだとかってみんなその A か B か右か左かみたいに二択論者になるわけですけど、時にはティーチングがいいし時にはコーチングがいいし、原理原則としては基礎はティーチングだし習得したらコーチングだし、勘違いしちゃいけないのは基礎はないのにコーチングしちゃうことですよね。いつも僕が説明で使う時にはサッカーやっていいよって言うんだけど、サッカーのルール知らないでできるかいなと、まずフィールドがここからここでここ出たらこうでみたいな、ルールをちゃんとティーチングしなきゃいけない、最低限のパスとかシュートとかねティーチングしなきゃいけないと、それができてからある程度一定習得したらコーチングに入るっていう話なんで、なるほど。面白いですね。ここで言うならばティーチング全くなしの上司はできない上司かもしれないし、ずっといつまでもティーチングし続けてるのはダメ上司かもしれないし。ありがとうございます。エンパワーメントってごめんなさい、ちょっと僕が勉強不足なんですけど、どういった意味ですか？エンパワーメントってこういうのはですね、はい。その人とか組織が本来持つ力をやっぱ引き出すみたいな、発揮できるようにするみたいなプロセスとか考え方を言ってる多分意味なんですけど、引き出すみたいな。引き出す。まあコーチングも引き出す近いかもしれないですけど、本来だから持ってるポテンシャルを発揮できるように応援するとか支援するというか、協力するというか。なるほど。じゃあ管理職とかリーダー目線でこう使われるようなことなんですかね。よく組織論とかでちょいちょい使われたりするますけどね。ティーチングは教える、コーチングは聞く、エンパワーメントは支援する、応援する、協力するみたいな、そういうイメージだと思います。なるほどなるほど。ありがとうございます。いやすごいなんか深掘っていただいて今後活かせるように僕の中でも吸収させていただきますね。ありがとうございます。はい。できない上司の定義は成果出せないことだと。部下に対して育てるっていう意識を持ちすぎるとアドバイスとか、指導みたいになってしまって、できないできないってなっちゃうんで、基本育てるもんじゃなくて育つもんだから、アドバイスは指導ではなくて、仕組み化したり、ゲーム化したり、なるべく機会を提供するということを心がけて、結果を出して部下が成長したと。もっと言うと部下が成長したからこの結果が出せたんだっていうことを結果として表すということが大事だと思います。なるほど。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いします。